こんにちは、アンナスです。今日は、最後にアイロンしますかっていう質問を前にいただいたので、それをちょっともう一回説明し直そうと思って動画を撮ってます。それでは手元の方にどうぞ。はい、アイロンを絶対に刺繍が終わった後最後にしないといけないかどうかっていう話なんですけど、私は全てアイロンしているわけではないんですね、実は。どういうものをアイロンしてないかというと、こういうブローチ、アイロンめんどくさいんですよね。なのでできるだけアイロンしたくないんですけど、こういうブローチだと私いつも8センチの刺繍枠で刺繍しているので、もうちょっとその8センチより大きめの布を用意して、でだいたいその中にはまるぐらい、ブローチだとそんなに大きい図案ってないんで、刺繍して、でもそのままカットしてこういう感じで裏ひっつめてボンドで貼るんですね。そしたら刺繍枠の跡がつかないので、もうこのままでしっかりひっつめるから、多少刺繍の時にこの辺にシワができたりとかしても、後で後ろでギューってひっつめればシワが伸びるので、ブローチに関してはアイロンはしてません。はい。で、あと刺繍アイロンしないものだと、例えば枠が小さいもの、8センチの刺繍枠で飾るって場合もいいと思いますけど、これぐらいのサイズとかだったらそんなにこれでも枠こうちょっとずつはめ直して刺繍するっていう場合もあるんですけど、これだったらいけるかなと思うんですよね。このまま8センチの刺繍枠をなんで使うかっていうと、すごい大きい図案だとたわんじゃうんですね、布が。なので、チェーンステッチとかだといいんですけど、私の図案ってサテンステッチがたくさんあって、もう場所によってはロング&ショートとかで結構図案が詰まってたりすると、この辺シワになりやすいんですよね。なので刺繍枠これ飾り用にして8センチの枠をちょっとずつはめ直して刺繍するんで、どうしても枠の跡がついちゃうんです。でそれを最終的にアイロンで伸ばしてきれいに1枚の布にしなきゃいけないんですけど、この兜とかみたいにこれぐらいのちっちゃいもの、だいたいこれが8センチなんで横幅が10センチ以内、縦は長いんですけど、なんかこの楕円の枠だと割とこのままやっても意外と平気だったので、これはもう人によるんですけど、絶対もう8センチじゃないとみたいな人もいるんですけど、このままやっても私は大丈夫かなと思ってます。これ以上大きくなる場合はもう枠はめ直してください。でもうこれの場合は図案写して枠はめて、でそのまま刺繍して、で裏ひっつめてもうすぐ飾るみたいな感じでできます。なのでアイロンしないものっていうのは、ちっちゃい枠に飾る場合かブローチを作るときはアイロンしなくてもいいです。それ以外のものは必ずアイロンしてください。でアイロンの仕方は、詳しいやり方は過去の動画でアイロンの仕方っていうのを多分2本ぐらい3本ぐらい上げてると思うので、何か探してみていただくとそれでいいかなと思います。というわけで、基本的にはアイロンするっていうふうには覚えておいてもらって間違いはないです。ただね、めんどくさいのでアイロンしたくない方はちっちゃいものを作るといいんじゃないかなと思います。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。